じゃあ、メソッドについて、説明していきます。メソッドとは、レシーバーと紐付けられた関数になります。で、レシーバーって何なのかっていうと、要するに何かしらのデータですね。ここでいう、このヘクス、H ヘクスって書かれたこの H っていう、変数が、レシーバーになります。で、このメソッドは何のためにあるのかというと、データとそれに対する操作を紐付けるために用います。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、何かしらのデータがあって、それに対する処理がある場合、データとそういう処理、ここでいう操作と呼んでますけど、それが離れた状態で別々にあるよりかは、塊としてあって、わざわざ関数を別々に呼ぶ必要がないというか、関数の引数にするよりかは、そのデータに紐付けた方が、扱いやすいということがあります。それはオブジェクト指向の、カプセル化とか、そういったものと同じですね。で、Go でも、そういったそのデータとそれに対する操作を紐付けるということができます。で、普通の関数と、何が違うかっていうと、こうやって、関数の名前の前にですね、こうやってカッコで書いて、変数名、レシーバーの変数、型という形で書くことができます。こう書くと、このストリングという関数、こうやって書いた場合はもうメソッドと呼ばれますけど、ストリングメソッドはヘキス型の値に紐づいた関数になります。紐づくってどういうことかというと、こんな感じでヘキス型の値、変数を定義してあげます。そうすると、このストリングメソッドをどうやって呼び出せるかというと、hex.string と、ヘキス型の値 .string という形でメソッドを呼び出すことができます。要は、ヘクス型の値が、ストリングというメソッドを持っている状態になっています。で、これで何が嬉しいかというと、この hex っていう、この h という変数にどういう値が入ってくるかというと、hex.string とこうやって書いた場合は、この hex っていう変数の値は今100ですよね。なので、h には100が入ります。これがメソッドの基本になります。で、レシーバーですね。レシーバーはメソッドに関連付けられた変数になります。変数というか値ですね。で、メソッド呼び出しには通常の引数と同じような扱いを受けます。これはどういうことかというと、コピーが発生するということになります。第0引数みたいなイメージを持ってもらうのが一番分かりやすいかなと思います。第一引数の前にあるような引数だと思ってもらったら、コピーされるイメージがつくかなと思います。で、もし、レシーバーが構造体で、レシーバー、その構造体のフィールドを変えたい場合は、レシーバーをポインターにしてください。ポインターにすることで、変更呼び出し元に伝えることができます。で、構造体のフィールドにアクセスする際にも、ちょっと説明しましたが、そのメソッドを呼び出す際にはドットで、アクセスするんですけど、ポインターの場合でもドットでアクセスすることもできますと。レシーバーがポイントの場合でも、ドットでアクセスできます。C 言語のアロー演算子みたいなのはないです。はい。で、ちょっと下の例を見ていきましょうと。下には、型 t というものがイントをベースにして定義されています。この型 t のポインタに対して、メソッドが、定義されています。メソッド f ですね。で、この f を呼び出すためには、型 t のポインタ
を取得する必要があります。要はこうやって、型 t の変数 v を作ってあげて、そういうの v のアンパーサンドを取ると型 t のポインタが取得できますと。それに対して .f って呼ぶと、この t の中にこの v のポインタが入った状態で f というメソッドを呼び出すことが可能です。はい。ただ、この v のポイントの f を呼び出すみたいな操作が非常に Go の中で多いので、わざわざこうやって書かなくても、シンタックスシュガーとして v.f というふうに書くことが可能です。これを書けるのは、あくまでここのドットの前が、変数の場合のみになりますと。で、かつ、そうですね、この変数の場合のみになります。で、かつシンタックスシュガーなので、このアンパサンド v カッコの .f って書いてあると一緒と思ってください。決して型 t がメソッド f を持ってるからこうやって呼び出せるわけではないです。型 t はメソッド f を持ってないけど特別にアンパサンドを勝手にアンパサンドでポインターを取ってあげて f を呼びますよっていうのがこの v.f カッコっていうやつですね。シンタックスシュガーです。シンタックスシュガーっていうのを簡単に書くために、用意されている文法という意味になります。はい。で、ポインターだと、型 t と型 t のポインターのメソッドに関する、ルールをちょっとここで見ていきましょうと。まず型 t に方に f というメソッドが定義されていて、型 t のポインターの方に g というメソッドが定義されていたとします。で、ここの、箇条書きで型 t のポインター型は型 t のメソッドも自身のメソッドとして持つと書いてあります。これはもう言語集で規定されているお約束です。つまり、型 t のポインターはですね、f というメソッドを持ってないんですけど、自分自身のメソッドとして呼び出すことが可能ですと。なので、型 t の値を生成して、型 t はなんかコンポジット型なんでしょうね。コンポジット型の型 t を定義してあげて、.f と呼び出すことが可能です。型 t は f 持ってますからね。で、型 t のポイントをこうやって作ってあげます。その場合、f は呼び出せるかというと、ここの上に書いてあるルールのもと、f は呼び出せますと。この下はポインター取ってまたデリファレンスしてるっていうか、で t に戻してるだけなんで当然呼び出せますと。じゃあ、型 t の値を作ってあげて g を呼び出すのはできるかっていうと、型 t は g というメソッドを持ってないです。で、型 t のポイントは型 t のメソッドを持ってるってことにできますけど、逆はダメです。逆はダメなので、型 t は型 t のポインターのメソッドを自分のものにすることはできないです。なのでこれはできません。あれさっきできたじゃないかというのは、これはシンタックスシュガーで変数の時のみですと。はい。で、変数のみというか変数ポインター経由のみですね。ポインターが取れる場合、変数があればポイント取れるのでこうやって書けますけど、この変数に入れてない値からそのポイントを取ることは不可能なので、これはできないですと。じゃあ、普通にポイントを取ってあげれば呼び出せるかと呼び出せますと。でちなみに、さっき変数のみって言いましたけど、t のポインターを取ってあげて、それをデリファレンスしてあげた場合は、これは一回ポインターを取ってて、ポインターの値が取れるので、g が呼び出せますと。要するにポインターが取れるかどうかで呼び出せるかどうかが決まります。はい。次。レシーバーにできる方。レシーバーにできる方はタイプで定義した型であれば何でも大丈夫です。ただ、タイプでその型を定義したパッケージとメソッドを定義するパッケージを同じにしなきゃダメです。レシーバー型にはさっき見た通りポインター型も許容されますと。こ
これはレシーバーに変更を与えたい場合に使います。内部にポインターを持つ方、これはマップやスライスでなどチャンネルとかもレシーバーにすることができますと。ただ、スライスに対してアペンドするような、メソッドを作りたい場合は、レシーバーをポインターにする必要がありますと。よく思い出してもらえれば分かると思うんですけど、アペンドする際は、アペンドが戻り値返しますね。なので、レシーバーに対してそれを代入したとしても、元の、レシーバーの値には影響ないので、コピー発生してますので、ないので、アペンドする際はポインターを取ってください。はい。続いて。はい。じゃあちょっと、練習問題やってみましょうと。これの結果をちょっとコメントで書いてもらえますか。インクというメソッドはですね、インクリーズの意味を持っていますと。自身を1ずつ加算するようなメソッドとして、定義しましたと。今の実装だと正しく動きません。動かない理由を考え、意図通り動くように修正してください。どこがおかしいのかっていうのをちょっと考えてください。で、どこを修正すればちゃんと動くのかなっていうのをちょっとコメントで書いてください。ちなみにこのまま実行するとですね、0、0と出ます。ちょっとどなたかが書くまでちょっと待ちますね。そうですね。レシーバーをポインターに変えますと。で、レシーバーをポインターに変えたら、そのメソッドの中の、N の使い方もちょっと変えないとダメですよね。今のままだと00と出ますと。なので、ここをポイントに変えてあげればいいんじゃないかという説ですよね。はい。これでも、これはなんか間違いではないんですけど、こっちも変えなきゃダメですよ。はい。そうするとちゃんと01と、こうやって変更されているのがわかると思います。なので、レシーバーの値を変えたい場合はですね、基本ポインターにしてください。じゃあ続いて、次は、メソッド値ですね。これは、最近最近じゃないです。結構前ですけど、リリース、Go1 がリリースされた後に、そうですね、質問が来てますけど、コピーを渡してるからレシーバーポインターです。そうですね、コピーで渡されてるので、レシーバーをポインターにしないと、さっきの関数 F に X を渡したようなみたいなやつと同じようなことが起きているということになります。レシーバーはポインターと、レシーバーは引数と同じだと思ってください。はい、じゃあ、ちょっと元に戻して、メソッド値の説明ですね。メソッド値っていうのはメソッドも値として扱えますよという話です。例えば、もうこれさっき見た hex という型があって、メソッドがストリングメソッドがありましたと。文字列を返すやつですね。で、hex という、値を作って、値というか、100を hex 型にして、変数 hex に入れますと。で、hex.string と書くとですね、これはストリングメソッドを参照しますけど、よく見ると、丸括弧はないですね、ストリングの後ろに。
これはメソッド呼び出しではなくてですね、メソッドそのものを参照しています。メソッドそのものは、関数であるので、そいつをですね、F に代入することが可能ですと。じゃあ F はどういう関数になるのか、どういう型の値になるのか。まず型はですね、ストリング型はですね、ストリングメソッドはですね、戻り値にストリング型の値を取るような、引数なしの関数です。ここに書いてある。こういう型の関数になりますと。じゃあ H どこ行ったのと思うかもしれないですけど、メソッド値の場合はですね、その H、レシーバーに関してはもうすでにここで決まってるので、hex という変数でしたね。ここで言うと。ので、もうこの時の hex の値で束縛されます。束縛っていうのは決まります。決定されます。なので、100が H に入った状態で関数が決定されますと。なので、F を何度読んでも hex の値を変えたとしても、F の結果はですね、100を16進で出した結果になりますと。はい、ちょっとやってみましょうね。64と出ましたね。100を、10進数の100をですね、16進数で出すと64なので、64と出てますと。じゃあ、この F を代入した後に、X の値を200を入れましょうと。そうするとどうなるかというと、64じゃなくなるのかというと、64ですよね。なんでかというと、もうこのF に代入した段階で H はもう決定されてしまうので、後で変えるとかできないです。レシーバーをポイントにした場合はまた別ですよ。じゃあまた別なんですけど、どういうことかというと、バーの HP の hex のポイントを取りますと。で、hex のポイントを入れますと、HP に。で、HP ストリングとします。で、これをこうしておきましょう。で、HP の先を200にしてあげると、それはもちろん、そうですね、ここをこうしてあげますね。こうしてあげると、当然100じゃなくなるので、64じゃなくて C8 になりますけど、基本、その時の、メソッド値はその時のレシーバーの状態になります。これはポインターなので、ポインターの指す先の値を変えることが可能ですね。ポインターの値は変わってないけど、そのポイントが指してる先の変数の値が変わってしまったら、それは当然それを参照すると値変わりますよねっていう話です。はい。じゃあ次。これメソッド値というやつですね。ちなみにメソッド A の動的な関数への代入はできないです。取り出すことしかできない。次、ちょっと似てますけど、メソッド式になります。この上のヘクスの定義は一緒ですね。変わったのは、大きく変わったのはここですね。ヘクスっていうのはさっき小文字でした。大文字になりました。大文字になると何かというと、型ですね。型を、ここで言うとヘクスっていうのは型に指しますと。さっきはヘクス変数でしたけど、こっちはラージ H から始まるヘクスは型になります。ヘクスドットストリングとすると、さっきのメソッド値と同じように、メソッドを指すんですけど、今度はレシーバーの値が決定してない状態で、メソッドを参照しています。なので、この F という関数の型はどうなるかというと、第一引数がヘクス型の値。要するにレシーバーだったやつが、引数になります。で、そのおかげで、この場合は今引数がないので、このストリングメソッドは。何の影響もないですけど、もし引数があった場合は、この1個ずつずれます。第1引数が第2引数に、第2引数が第3引数に。で、レシーバーが第1引数になりますという形で、関数が作られますと。このメソッド式やメソッド値は、
何に使われるかっていうと、まあテストの時とかに使われますね。特定のメソッドだけテストの際に公開するみたいなことをしたい時に、まあ、変数に入れて、その変数を公開してあげればいいので、まあ、そういった時に使います。テストのパターンについてはまたテストの時に説明します。